はい、皆さんごきげんよう。前回瞑想してみましょうって言って、ちょっと変な実験のようなことをしてみましたね。でその最後終わった後に、実は瞑想っていうのはその宗教的な特別な行為なのではなくて、誰もが日常的に実はやってるんだ。そしてそれは人間というある特定の生物種が行うことのできる非常に限定された行為なんだということを申し上げましたんですね。でそこで話が終わってしまいましたから、今日はもうちょっとそれを続けて延長して、詳しく説明をしたいと思っております。これはもう私の持論なんですけれども、瞑想、つまり精神を集中するという行為が実は、人類文化を作ってきた最大の原動力であるというふうに思っているんですね。で人と人以外の、動物ですねとの違いは何かというと、これはもう文化を作ってきた、つまり、新たなものを次々に生み出してきたという、そこに違いがあるわけなんですね。1年10年変わらず、あるいは1万年変わらず、なんていうか生存し続けているだけの、動物種に比べて、人というのは常に、時代とともに新たなものを生み出し創造し、でそれを自分たちの生活に利用してきたわけです。それがいいか悪いかは別ですね。それがかえって我々に害を与えるということもいくらでもありますけども、ともかく、何かを創造してきたということが人類種の、人類のこの大きな一つの特徴なんですが、その根源にね、この瞑想するという働きがあるんですね。考えてみますと、例えば、我々のその人間社会の中で最も強く瞑想することを求められる仕事というか、そういう領域は何かというと、これは明らかに数学ですね。数学というのは外からの情報に基づいて何かを組み上げるんじゃなくって、すでにその精神心の内側にある情報をもとにして、それを組み上げることによって新たな理論、新たな公式を見つけ出していくという作業ですから、これ、完全に我々の内部、心の内部で完結している作業なんですね。でそれを行っている人たちというのは、これは完全に瞑想ですね。そうでしょ。変な例えば私たちがですね、子供だったとします。そしてお家で学校帰ってからテレビ見てんですよ。でお笑い番組なんか見ながらね、ギャーギャー笑って、そしてお菓子食べながら、兄弟がいたら兄弟とじゃれ合いながら見てるわけです。キャッキャ遊んでるわけ。そうするとそこへお母さんがやってきてですね、何してんの、ちゃんと勉強しなさいと、こういうわけです。よくありますね。でそのお母さんが例えば大変熱心なお母さんで、あんたらピタゴラスの定理が証明できるまではご飯食べさせませんと、こういうわけですね。お母さん何言ってんの、ピタゴラスの定理を証明してって何って言ってわけね。何言ってんですか、ちゃんと聞きなさいよね。直角三角形 ABC、 直角を挟む2辺 A と B、 そして斜辺を C とした場合、 A の事乗プラス B の事乗イコール C の事乗であることを証明しなさい。証明しないと晩ご飯は食べさせませんと、こう言われるわけですね。そうすると私たちはそんなご飯食べられないと困るから、それで考え始めるわけです。そうするとここではこのお笑い番組がわわ鳴ってるわけです、テレビでね。でここにお菓子なんかあるわけだけども、お母さんに言われたそのピタゴラスの定理を証明しなければなりませんから、それで私たちは考え始めるわけです。そして紙に三角形書いてみたりね、 A とか B とか書いてみたりいろいろやるわけです。そしてあれこれあれこれいろんなことを考えてるんですが、その時にどうなってるかというと、もうお笑い番組は耳に入らなくなってるんです。お笑い番組の声もね、それから映像ももう見なくなってます。あられも食べなくなってる。そしてどうなってるかというと、私たちの脳というか心の働きは、そのピタゴラスの定理というものを
証明するというその一点に集中していくわけです。解けるかどうかは知りませんよ。それはその人によるわけで、でもそれで解けたとしますよ。証明できたとしますよ。そうするとその証明した時のそのパワーは何なんだと。いかなるパワーが、心のどんなパワーがその証明をもたらしたのか、それは何をしたからなのかと言いますと、それはそれまで外から入ってきたテレビから入ってきた音や映像や、それからお菓子を食べていたことによる、なんというか味覚だとか、そういったごちゃごちゃに入ってきていた我々の外から入ってくるインプットされてくるその情報を自分の力でシャットアウトして、それを止めて、そういうものに惑わされない、そういうものに動かされないような心の状態を自分で作り出した、その力によってピタゴラスの定理は解けるわけです。もしそれしなかったら絶対解けません。そうでしょ。要するにお笑い番組を見てあられ食べてゲラゲラ笑っている時に突然解けたというようなことは絶対にないわけです。そうしますと、これはまあ大変卑近な例ですけども、そのピタゴラスの定理を解くという今のような例でね、それを見ても、その時我々は何をしていたかというと、ある種の瞑想をしたわけです。つまり自力で、自分の力で外界から入ってくる情報をシャットアウトし、それによってシャットアウトした分だけの精神的な、言葉で言いにくいけど何らかのパワーを高めて、その高めたパワーによって普通にゲラゲラ笑いながらだらだら暮らしている中では絶対に解けないはずのピタゴラスの定理を解いたわけです。これはある種の瞑想体験です。でこういうことはいくらでもあるんで、今のは例は極端な例ですけども、日々の生活の中で我々は物事を深く考えることによって、考えてなかったら解けないような問題をいっぱい解いてるわけですね。でそれの繰り返し積み上げがありますので、前回私が皆さんに瞑想してください、集中してみましょうねって言うと、はいはいって言ってみんなやるわけです。それは分かってるからやってるから。で今の例をさらに延長していきますと、ピタゴラスの定理はね、もう昔から証明されてるんですが、数学者というのは今まで誰も一度も解いたことのない、解けるか解けないかもわからないような問題にチャレンジし、それを解いていく人たちですから、その精神の集中力というのは極めて強くなければできないわけです。普通の生活をし、普通の精神状態で暮らしている人には絶対に数学は解けない、数学者の道を歩めないということになりますね。で今数学はもう一つの例ですけども、もちろん数学だけじゃありません。物理学にしろ化学にしろ、ありとあらゆるいわゆる頭脳を使った、その創造的活動ですね。サイエンス、科学と言ってもいいけども、科学以外にもいろいろありますよね。そうやって頭脳を使って今までなかったものを新たに作り出していく、あるいは発見していくという働きを人がやるときには、必ず精神を集中しているはずなんです。でそれができるから、人間はそれができるので、そういう行為が可能になってくる。つまり瞑想する力がある、能力があるので人間の文化ができてきたということにもなるわけですね。でこれは科学だけじゃありません。ここに書きました通り、芸術活動も全てそうでしょ。遊びながら素晴らしい音楽はパッと作れました、そんな話はないですね。だらだらしてるうちに人の心を打つすごい絵が描けましたって、そんな画家はいないわけで、あらゆるその芸術作品というのは、その人が心を一点に集中し、そしてその外界からの影響、外界からのなんていうか、攪乱ですね、攪乱情報を自力でシャットアウトした時に初めて生まれてるわけですから、そういう意味ではほぼありとあらゆる人間の創造的活動の源泉に、この瞑想という特別な、精神活動が、横たわっている、それが存在している、ベースにあるということが言えると思うんですね。
あのあんまり喋ると時間か食っちゃうけども、私がもう本当にすごいなと思ってる人でね、数学者でグロタンディークという人がいるんですが、これはもちろん専門の方が聞いたらあのグロタンディークですかって言うと思いますが、何をしたかは私は全く分かりません。私にはもう全く理解不可能なほどの数学の大定石というか巨大な山を作った20世紀最大の数学者ですけれどもね、この人の生活のスタイルをちょっと聞いたことがありますが、1日10時間瞑想すると。じっと瞑想し10時間瞑想する。何してるかというとさ、数学考えてるんですよ。そしてその瞑想から出て残りの時間はその瞑想で得られた結果を論文にして書く。10時間瞑想して論文書く。10時間瞑想して論文書く。これを毎日繰り返し、わずか10年ほどの間に数学の世界をもうひっくり返すほどの大業績を山ほど作り上げた人ですね。こういう人なんかもう私から見ると修行者です。完全な修行者です。お釈迦様と並んで2人並べてもいいなと思うような、そういう人ですね。後年はこの間亡くなりましたけれども、十数年前に亡くなりましたが、晩年はなんだっけ、ピレネー山脈の麓の人知れぬ村で隠遁生活を送り、家族とも離れて、噂によるとタンポポのスープだけを飲みながら、一生を終えたと。もうたまらんですね、こういう人が世の中にいるっていうことを聞いただけてと思うんですね。お釈迦様のファンとしては、当然グロタンディークのファンにもなるわけで、少しでもこの人がやったことを理解したいと思うのですが、爪の先ほどもわからないです。それぐらい巨大な仕事をした人ですね。ちょっとだけご紹介をしておきました。それで、ここに書いてありました通りで、瞑想というのはつまり我々人類人間が何らかの創造的な活動を行う時に使う精神の心のパワーなんですね。力なんです。これがないとできない。これがあるとできる。そういう力なんですね。で、従って実はこの瞑想というものは仏教とかあるいは宗教に限定されるものではなくて、あらゆる創造的活動のベースにあるわけですから、その創造的活動は決してお釈迦様が考えたような我々の心の内側にある過度な欲求をそぎ落とすという本能を変えるという目的だけに使うものではありません。いろんなものに使います。悪いことにも使います。瞑想して悪事を働く、いくらでもあります。そうでしょ。銀行の金庫を破るのにどうしたらいいのか、1ヶ月間ずっと瞑想して考えた結果、ついに方法を見つけたなんていうこともあり得るわけですから、瞑想するということ自体が素晴らしいことではなくて、これは一つのスキルなんですね。でそのスキルをよく使うのか、それとも悪しく使うのか、その良い悪いはその瞑想という道具を誰がどのように使うかということにかかってくるわけなんですね。数学者はそれを数学という一分野の領域の問題を解くために使います。で釈迦はその瞑想という力を自分で自分の心を変えていく、自分の心を改良し改造していくパワーとして使ったということなんですね。ですから瞑想そのものは、これはここに書きましたようにスキルなのであって道具なんです。でその道具を使ってお釈迦様という人は、仏教仏道の目的を達成しようとし、そして実際に達成したんだということなんですね。ですからここから分かる通り、瞑想すれば悟れるなんていうそういう話では全くありません。もっと言うと、座れば悟るのか、悟りません。正しい方向に座るということ、つまり瞑想するということを正しい方向に使った人だけが悟るのであって、ただ単に座っていればそれで自然に悟れるなんていうことは全くありえないわけですね。その証拠がここにあります。アーラーラカーラーマ、ウドラカラーマプトラ、何のことかわからない人もいます。これは人の名前です。インド人の名前です。
どんな人かというとお釈迦様の先生だった人です。だけどもこの2人はお釈迦様に何を教えたかというと、悟りの道ではなくって、瞑想の方法、どうやったら精神を集中できるのかということだけを教えてくれた、瞑想を教えてくれた先生なんです。でそれを習ったお釈迦様は瞑想の名人になりましたが、しかしこの2人は自分が考えている本当の安楽を求めるという道にその瞑想を使っていないということを知って、瞑想の方法を習ったのでお礼は言いましたよ、当たり前ですが、ありがとうございました、お礼は言ったにしても、その先生にその後ずっとついて最後まで修行をするということはしませんでした。瞑想の方法、つまりスキルは習ったけども、そのスキルをどうやって使うのかという目的に関してはお釈迦様は、この2人の先生は私の考えていることとは違うことを目指している、これは間違っているのだと考えて、この2人の先生、1人ずつついたんですけどね、最初はアラアラ先生について、その後ウドラガ先生についたんだけども、2人ともの先生になんていうかな、そこの先生から去ってですね、そして独自の修行へと入っていったという話があります。この話があることからも分かる通り、単に瞑想するということ自体が悟りへとつながる自然なる道というわけではないのであって、それを正しく使うというのはその使っている人のその心がけによるんだということなんですね。はい、それでは次回はまたこの話をもうちょっと続けてお話ししたいと思います。これで終わります。ごきげんよう。